ちゃくちゃ硬。今でも美味しい。今でも美味しい。今日は朝起きてからずっとダラダラして読書をして気づいたら3時になってて、で下北沢にいます。で今日はこれから私が大好きなルモンドに行ってステーキを食べたいと思います。夜は渋谷の東宝シネマズで魔女の宅急便を彼と一緒に見てきます。2週間限定で 4K デジタルリマスターで公開してるんで、それを見てきます。私はもう30回くらい見てんのかな。幼少期からずっと見てるんですけど、彼はあんまり話を覚えてないということなので一緒に見てきます。この服装は古着の T シャツに古着のワンピース、エンダースキーマの革のバッグに、足元はビルケンです。ハンカチはビビアンウエストッドです。ピンク。では晩ご飯を食べに行ってきます。250？厚みのやば。すごいね。言わないと次から。でも諦めてない。かなって思ってます。雰囲気がなんかね、似てます。話し方とかめっちゃすごいです。いや、あれあとなんて言ったっけ？大量にあったよ。大量じゃん。どれがいいんだ？3袋入り。うん。
ネイルズインクワンステップマニキュア L を塗っていきます。今3時です。今日は今までずっと仕事をしてたんですけど、これからネイルを塗って乾いたら銀座に行きたいと思ってます。銀座のロフトに行きたくて、今旅ノートを作ってるんですけど、それに貼るシール何かないかなって思ってるのと、あと彼が持ってる G-SHOCK の時計の電池がなくなっちゃってたので、ついでにその電池交換をしようと思って銀座に行きます。夜の7時に友人とご飯を食べる約束をしたので、それまで銀座とか有楽町のあたりで動画編集をしながら時間を潰したいと思ってます。皆さんそうだと思うんですけど、とにかく暑すぎて夕方になって涼しくなるかなって思うけど、本当にずっと暑くて、やっぱ東京はコンクリートの熱なのか、もう夜までずっと暑いから、私は割と外に出たいタイプなんですけど、さすがにこの暑さだと出かける気がなくなっちゃって、そうするとずっと家にいて不健康になっちゃいますね。もうここ数年は冬より夏の方が不健康な気がします。塗り終わりました。これでトップコートを塗ったら出かけたいと思います。今日の服装は古着のタンクトップのトップスに古着のスカートです。ヴィンテージのバッグの方には貴重品を入れてて、このトートバッグにはパソコンとお水とカーディガンが入ってます。今日持っていくキーホルダーはたまごっちのガチャでゲットしたミミッチのぬいぐるみチャームと、東京アートブックフェアで購入したキーホルダーと、ピングー店で購入したアクリルミラーです。では行ってきます。後日ですが、ロフトで買ってきたものを紹介します。まずはこちら、ポスカの7色セット買いました。旅ノートを作る時に写真の上に文字を書くことが多いんですけど、普通のペンだと見えにくくて、ポスカがやっぱりはっきり見えるので、極細ポスカを買いました。かわいいな、なんか文化祭とか思い出します。はい。で
続いてシールを買ってきたんですけど、一つがこちらイルカのキラキラシールです。オーロラシールって書いてある。イルカのモチーフって可愛いですよね。と、もう一つこれなんだろう、クリエイターさんとのコラボなのかな。猫のシール購入しました。キラキラでなんかモフモフの猫が可愛いなと思って、あとなんか馬みたいなのもいるんでそれも可愛くて購入しました。続いてマスキングテープ3つこれまでマスキングテープって柄物はそんな持ってなかったんですけど、やっぱ旅ノート作ってる時にただの色のマステだと寂しいなと思って、今こういう感じでここに黄緑のマステとか貼ったり、オレンジのマステを使ってショップカードを貼ったりしてるんですけど、やっぱこれだけだとちょっと物足りない感じがしたので、今回は絵柄のついたマステを買ってきました。 MT っていうのかな、 MT シリーズを2つと、これは普通のマスキングテープっていうの書いてある。これは雲の絵柄の細いマスキングテープです。そうだ、これめっちゃ可愛いんだよ。これはですね、花のマスキングテープなんですけど、こういう感じで可愛い。これはまたテイストが違うお花の絵柄で、多分お花だと思うんですけど、太めのマステも買いました。こういう感じ、色合いが可愛くて、新たに加わったこちらのシールや文房具を使って旅ノートを引き続きまとめていきたいと思います。今日のバッグの中身です。バッグは去年の東京アートブックフェアで買ったリレイテッドデパートメントっていうところのトートバッグです。今日つけていくキーホルダーは自転車屋のブルーラグで買ったピクニックシート。コンパクトなんですけど2人分座れるくらいの大きさのシートが収納されてます。キーホルダーはガチャガチャでゲットしたカービィ、ちょいブスさんのキーホルダー、イタリアのローマで買ったキーホルダーをつけていきます。このカメラは GR4 です。ストラップはエンダースキーマです。1年半年ぐらい使ってだいぶいい感じに馴染んできました。お財布はロエベ、ガチャガチャ用の小銭ポーチがガチャガチャでゲットした惑星ポーチ、木製です。こちらもガチャガチャでゲットしたちびまる子ちゃんのポーチ。この中にはリップ、ヘアゴム、絆創膏などが入ってます。これはバグーのサングラスケース、中身はブランのサングラスが入ってます。これは3COINSで買ったヘアクリップ、ご飯食べる時とかに髪を留めるのに使います。でこれは今日お昼ラーメンを食べる予定なので、韓国で買ったこの酵素を食べる前に飲みたいと思います。夏は汗をかくので EG の汗拭きシートで、鼻炎持ちなので柔らかいティッシュ、松木用とかでいつもこのサイズのウェットティッシュを買います。今日持っていくハンカチはミッフィー店で買ったミッフィー柄のバンダナなんですけど、ハンカチに使ってます。今日持っていく本は桜ももこさんのたびたびという新しいエッセイ集です。行ってきます。
暑い。今日柳瀬隆店で買ってきたものを紹介します。そもそも柳瀬隆店は九州の方から巡回してる展示で、九州と近畿回って東京が世田谷文学館っていうところで6月30日から9月6日までやってるんですけど、それに今日行ってきました。で、私と彼は柳瀬隆さんについてちょっとあんまり詳しく知らずに行ったんですけど、この展示すごく良かったです。本当に2人揃ってって心に染みながら、ね、ゆっくり見ました。本当に閉館のギリギリまで見てたんですけど、子供というより大人向けの展示内容だったと思います。柳瀬さんの活動の年表があったりとか、制作記録、いろんな作品が展示されてて、だから割とアンパンマンだけじゃないものがたくさん見られるっていう感じでしたね。4コマ漫画とか詩集とか絵本とかいろいろあって、私柳瀬隆さんは、アンパンマンの描いてる方っていうぐらいしか知らなかったんですけど、アンパンマン以外のあったかい絵をたくさん描ける方なんだっていうのを知りました。全部すっごい可愛い温かい絵で、そして買ってきたものですが、これは行く前から絶対買おうって決めてたやつ。じゃん、サブレ缶です。アンパンマンのサブレ缶。これ高知限定のやつらしいんですけど、それを今回の展示では販売してんのかな。めっちゃ可愛いんですよ。アンパンマンのキャラクターがここに側面にいて、ここにねエンボスみたいに凹凸加工のあるアンパンマンたちがいるサブレ。1缶にアンパンマン、バイキンマンのサブレがランダムに入っております。2種が同数入っていない場合がありますので、あらかじめご了承くださいって書いてます。開けてみます。よいしょ。アンパンマンだ。アンパンマンだ。バイキンマンいた。バイキンマンかわいい。バイキンマン、アンパンマン。6枚入りで、私はアンパンマンが4枚とバイキンマンが2枚入ってました。続いては巾着です。うさぎのキャラクターになった柳瀬隆さんなんです
けど、ちょっと違ったら申し訳ないんですけど、年を重ねていくごとに自分のイラストを描くとちょっと面倒だからキャラクターにしちゃえって思って、で羊年だから羊って思ったけど、羊は描きづらいからウサギにしちゃったみたいなことを書いてあったと思う。自分をウサギにしてキャラクターにしたよみたいなことが書いてあったと思います。こっち側が柳瀬うさぎとアンパンマンがいて、後ろがバイキンマンの影っていう作品、柳瀬さんが描き下ろした絵をプリントしてるんですね。この絵が可愛くって展示もされてたんですけど、大きな額に入って飾ってあった絵画のプリントなんですけど、めっちゃ可愛いなこれ。このぐらいの大きさの巾着は本当に使えますから。もう一つ私が購入したのがこちら、柳瀬隆さんの刺繍です。生きているって不思議だな。この展示で刺繍コーナーがあって、私も彼もちょっとそこでうわーって胸にくるものが考えさせられる言葉がたくさんあって、柳瀬さんの刺繍読みたいなと思って、これは2000年に初版が発行されてます。いつ書いたんだろうな。88歳ぐらいの時に書いた詩とかも飾ってあって、やっぱりこういろんな経験をされた方が生きることに対して長く向き合ってきた方が書いた詩っていうのは説得力があるし、胸にくるものがありました。で、あともう一つあって、それは彼が購入したんですけど、いいですか見せて。こちらです。アンパンマンとバイキンマンが夕日の中で決闘してる、夕日の決闘っていう作品だそうなんですけど、これも絵画が展示してあって、それをプリントしたポーチですね。後ろは黒。これかわいいな。これのタオルとかもあったんですけどね、かわいいな。ポーチを買いました。以上が今日の購入品です。いやー、すごくいい展示でした。おすすめです。はい、ありがとうございます。寝ます。